抜刀術の基礎稽古として後方突きというのをやってますが、その以前の後方突きと今、お伝えしている後方突きが変わりましたので、その違いを、ご紹介したいと思います。今日はちょっと都合により鞘付き木刀になりますけども、居合刀ではありませんが、ご了承ください。今までの後方突きは左半身の体さばきを練るための稽古として、左の鞘引き、それから腰による体の開き、そうしたものを重点的に、稽古の主題としてやっていました。この状態から左の鞘引き、そして重心移動ですね。後ろに重心移動しながら左半身を開き、ここで刃を下に下ろします。この時の手の内が重要になります。この時に握ってしまうと刀は下がるか離れるかいたしますので、まだ押さえが効いた状態になっているということです。でこの押さえのかけ方というのは、いわゆる普通の納刀における右手の押さえのかけ方とほぼ同じだと思います。普通の一般的な納刀の時の右手の押さえというのは、スッとここに上げる時に手の内が緩み、こうなりますね。このタイミングなんですね。この3本、この指3本が伸びて、特にこの小指の先端部がこの柄のこの辺りにくっつきます。そして押さえというのは、その右手の中指薬指の第二関節ですね。これが柄の真上に乗ってること、これにより、視点がこの辺りになりますから、どうしてもこの頭身部の重たさで下がってしまいます。柄は上がろうとしてきます。それをこの第二関節で押さえているということになりますので、この第二関節が抜けてしまいますと押さえがかかりませんので、力がもっとその筋力的なところで保持しないといけない状態になってきますので、よりその筋力に負担がかかってくるんですね。それをこの第二関節をここに乗せることで、分かりやすく言えばその骨で支えているような感覚になります。あとはこれが抜けてますと、握ったりいたしますと、これ以上骨格の可動域上右に肩の水平に移動することはできませんので、このように上げてしまいがちです。それがならないためには、このように3本伸ばしていきますと、ここで止まっていたものがスーッとここまで伸びていきます。この手ですね、納刀のこの手。それがそのまま下に落ちていきますと、小指で押さえがかかります。こう上がっていきそうになるところを小指で押さえをかけていますので、小指1本のその骨の部分で支えているわけですね。それによってここで押さえが効くわけですね。でこの手は貼り付けてます。ピタッと貼り付けてます。そしてどこで握るかと言いますと、ここで握ります。体の横に来た時に握って、そのまま左手がつけて刺していきます。ですからこの後方突きでは、左半身の体さばきと右手の押さえ、これを同時に学んでいく必要があります。それが今までの後方突きの抜き方です。で今行っている後方突きは、体の開きを極力使わないようにしております。今まではここでこの体の開きがあったんですが、そういたしますと流れとしましては、一旦止まってそこからまた流れを作っていかなきゃいけないんですが、体を開かないことにより、このように動き始まりの回転といいますか、その流れが最後までつながっていくようになりますので、ゆっくりやりますけども、ここで右足ですね、スーッとこれが内側に入っていきます。そうすると左足のこの内もも、鼠径部のあたり、この辺りに力がぐーっとかかってきます。それを逃がすように、スッと自然に逃がすように少し歩幅を移動するんですね。その時に足だけが移動しますと、重心を置き去りにします。これで後ろ重心になって、そこで流れが止まってしまいますので、スッと頭を連れていくわけですね。そして重心をここでストッピング、止めないように、ストッパーのようにならないように、そのまま右に伝えていく動きとなります。ですからその足の使い方がとても重要になります。もう一度やります。ここで手はこうですね、もう押さえがかかる手にしてます。重心はこうなりがちですから、ならないように真ん中にして、右足のその内側に回転させる。それとともに重心が後ろに
かかって、それを振り向くことで前重心に変えていくと。でこの時に気が付いたことは、その開きを使わずに体を閉じる方向から始まる抜きになることにより、この鞘の返しが今までは抜けてこの状態から下に回してたんですが、それが閉じる時にもうすでにこれができるんですね。このように抜けるんです。でこれが今までの体を開く時にやってしまうと、どうも動きの関節の連なりの相性が悪いのかうまくいかないんですね。今までのように体の開きでやってしまうと肩がこうなるんですね。これはやってみるとお分かりだと思いますが、体を閉じるようにするとこのように肩が詰まらないというふうになりますので、その後に、ここから返すというこの負担が減ってくるわけですね。もうすでに動きの中でゆっくりと行ってますので、あとはその左足ですね。重心を受けて、重心移動を受けて、この左足がスッとここに出ること、スッと出た左足が踏みしめる間もなく右足に伝えられるかというところが、この新しい後方突きの流れができているか否かというところになるかと思いますので、関心のある方はぜひゆっくりと体の流れを感じながらやって、見られるとよろしいかと思います。あとちょっと壁を使ってやってみましょう。はい、壁につけますと、この後方突き、これは左半身の体さばきを練る稽古ですから、右半身が動き始めは全く使えません。ですからこの状態から左半身の体さばきで抜いていく。ついまだ経験の浅い方、初心者の方は右手主体になって刀を抜きがちになりますので、それが癖づいてしまいますと、左半身を後から学ぼうとしてももう右で抜いてる癖が左を必要としない、本当は必要なんですが、そういう癖がついてしまいますので、それをつけないためにも最初にこの左半身を使った体さばき、後方突きをやっておく必要があります。あとポイントとして、どうしても人っていうのは本能的に不安な時っていうのは顔が下に下がります。それは日常の習慣でしょう。何かしら心理的な不安がある時っていうのは身体はこうなるように習慣づけられているとか、そうなってしまう。ですからこの時も回転する時にこうなってしまう。で顎が下に下がると肩甲骨が開き気味になって、ここの距離が短くなるんですね。こうなりますと。ですがこうなってきますと、顎が上がり肩甲骨が寄るようになってきますと、ここの距離が取れるんですね。ですから顎を下げてついここに誘われて目がこうなってしまいますと、ここがきついんですね。こういうバットになるんですね、肩。そうならないようにこう見ない。こうでこうですね。はい、ですので、いろんなところ注意点がある動きですので、それぞれ、着目しながらやってみてください。はい、以上です。